武蔵と小次郎。慶長17年、江戸には二代将軍徳川秀忠が、大阪には豊臣秀頼がいた頃の話。日本で一番強い侍は佐々木小次郎だと言われていた。小次郎は全国で修行して新しい流派巌流を始めた剣豪だった。普通の刀は二尺三寸だが、小次郎は五尺の物干し竿と呼ばれる備前長船長光が使える達人だった。それで武芸に熱心な小倉藩の剣術師範に選ばれた。しかし宮本武蔵の方が強いと考える人も少なくなかった。武蔵は代々足利将軍家の剣術師範だった吉岡一門と一人で戦って勝った男だ。小次郎と武蔵の弟子たちはそれぞれ私たちの師範の方が強いと言って譲らなかった。それで小次郎と武蔵はどちらが強いか決めるために決闘することになった。場所は下関船島。時間は辰の上刻。一対一での決闘だった。その朝小次郎は一人で時間通りに船島に着いた。しかし武蔵はなかなか来なかった。武蔵、おじけづいたか。もう身の刻です。だいぶ遅れました。船頭が心配そうに言った。武蔵は落ち着いていた。そうか。ちょうどいい。と言いながら船底の古い貝を拾った。これをもらってもいいか。いいですが、どうするんですか？武蔵は小刀でその古い貝を削り始めた。日本一と言われる剣豪ともうすぐ決闘する人にはとても見えなかった。そういえばここは源義経が平家を滅ぼしたところだったな。ええ、そうですが。船頭の方が緊張していた。やがて霧の向こうに船島が見えた。隣の彦島にはたくさんの侍が集まっていた。その朝は小倉藩が船島へ行くことを禁止していた。それで巌流の弟子たちが彦島から海上を見ていたのだ。武蔵が来た！誰かが叫んだ。その声は船島の小次郎にも聞こえた。もう身の下刻だった。しびれを切らしていた小次郎はすぐに立ち上がった。浅瀬だな。武蔵も木刀の形に削った貝を右手に持って立ち上がった。ここでいい。待っていろ。そう船頭に言って船を降りた。そしてざぶざぶと浅瀬を歩いた。小次郎が走って近づいてきた。武蔵が浜へ上がる前に水際まで来た。武蔵か。小次郎はいるような目で武蔵を見た。小次郎だな。武蔵は吸い込むような目で小次郎を見た。武蔵、卑怯だぞ。私の心が乱れるのを狙ってわざと遅刻したな。お前はいつも卑怯な手を使うとみんな笑っているぞ。死んでからも笑われないように
最後は潔くしろ。小次郎は物干し竿の鞘を抜いて捨てた。それを見て武蔵が言った。小次郎、お前の負けだ。何？お前は今、自分の命を捨てた。勝つつもりだったら、鞘を捨てない。黙れ。私の心を乱そうとしても無駄だ。武蔵、来い。小次郎は長い刀を振りかぶった。武蔵は左の岸へ走った。小次郎の刀がうなった。しかし少しだけ届かなかった。二人の位置が入れ替わった。次に攻撃したのは二人同時だった。小次郎はまっすぐに撃った。武蔵は飛び上がって甲斐の木刀を振り下ろした。武蔵の鉢巻きがはらりと落ちた。その瞬間、小次郎は倒れた。頭蓋骨が割れて口から血を吐いた。ああ、小次郎殿が。隣の島で誰かが叫んだ。それから静かになった。みんな自分が見たものが信じられなかった。武蔵は倒れている小次郎に一礼した。そして待っていた船に乗って去った。潔く戦った佐々木小次郎を偲んで、その時から船島は巌流島と呼ばれている。